この動画ではここだけクソ傲慢なショートに対する反応集を紹介するのだ。面白いからぜひ最後まで見ていってほしいのだ。もしよかったらチャンネル登録もお願いするのだ。それではどうぞ。ここだけ最高傑作として教育され続けた結果、上昇志向が爆上がりして、自分は万物の頂点に立つべくして生まれたと思い込んでるクソ傲慢なショート。このショートはエンデバーも含めて家族全員見下してる。世界人類全員を見下してそう。当ヤニーじゃなく失敗作って呼んでそう。エンデバーのことも旧式って呼んでそう。万物の頂点に立つのが目的だからオールマイト声は通過点くらいにしか思ってなさそう。ダビがえげつない勢いで燃え尽きそう。すべてをもって生まれた俺がこの世の頂点に君臨する。お前と違ってな。失敗作。ダークマイトかなって思ったけど割と違った。この精神性でなんでヒーローなんだ。あ、かっちゃんみたいなものか。諦め。この年の遊泳はレベル高いなレベルは。俺が何をしようとも、世界中がそれを許してくれる。そうだ、俺が強いから。最悪だよ。このショートは最初から氷と炎を使いこなしてて、輪以上の技をいくつも開発してそう。まずいキャラが違いすぎて全く想像できない。体育祭優勝してそう。リンも自分がダビの熱を耐えるための機能は変わらず、さっさとダビを燃え尽きさせるための方向の性能になりそうだな。これは、失敗作はくたばれって感じのショートだ。めちゃくちゃかっこいい。なぜ失敗作の貴様がこの俺のリンを扱える、そんなことはあってはならん。今ここで貴様を焼き尽くしてなかったことにしてくれよ。身内だからといって容赦せずヴィランを叩きのめすヒーロー。林間合宿でコンプレス燃やして爆豪と小屋に救助してダビに合わない。プロミネンスバーン連発してそう。間違いなく原作より強い。やべえくらい好みなんだけどこのショート。周りが、すごいねとどろきくんって褒めても、ああ、そんな当たり前のことを何言ってんだこのバカ女、くらいのこと思ってそう。強さへの観察眼はちゃんとあるからオールマイトだけは特別だとなおい。他のヒーローの援護や民間人の救助？舐めてんのか？俺は最高傑作だから言われなくてもそれくらい余裕でできるんだよ。オールマイトは特別でもエンデバーはその他大勢に含まれてそうなショートだ。旧式なんてある程度操作方法を学べば用はないからな。親父がなんか言っても、お前の始めたことだろって切り捨てて存在ごと無視して進みそうなショート。これは慢心して大技ぶっぱしてたら親父の細かな技術に敗れそうなショート。これはなりたいものを最初から見続けたショート。ヒーローとして超優秀だろうからおそらく傲慢な態度も許される。ステインもこれにはにっこり。ステイン絶対ショート様嫌いでしょ。初期爆豪をハイスペックにして見下しはそのままにいじめは抜いた上位互換。ヒーローでマジ良かったな。あいつが敵だったらこの社会終わってたって言われるタイプのショート。ヴィランなんて社会の失敗作なんかになるわけないと言い返されるよ。そうだった。このショートは、ヴィランと書いて、社会のゴミとカルビ振ってそうなショートだった。社会のゴミやべえくらい違う意味でガン決まってるショート。さすが遊泳校、かっちゃんが二人いる。ファーストコンタクトでダビを消し済みにしてそう。これだと才能と傲慢さを買ったオール・フォー・ワンがショートに接触して言葉巧みに操ってヴィラン落ちとかありえそう。オールマイトに敗れた負け犬ごときが最高傑作たる俺を支配とか笑って決裂しそう。そもそも誰かの下につく発想がなさそう。オールマイトは特別枠だけどあくまで特別なヒーローであり自分と対等とは思ってない。かっこいい。かっけー、鼻で笑ってほしいわ。プロミネンスバーン連発するけど、イグナイテッドアローみたいな細かい技はちょっと苦手そう。どちらかというとこのショートは、ちゃんと細かい技もエンデバー以上の精度と威力で使いこなせるけど、その上で、この俺にこんなちんけな技は似合わねえよって一周してそう。一人水蒸気爆発起こそう。体育祭の時どんなストーリーになるんだろ。ドンマイとかのんびりしたこと言えないレベルで圧倒的力を誇って優勝。これで天然キャラだと最高なんですが無理そうですか？傲慢と天然ってちょっと共存しづらい気がする。天然傲慢だと、世界が俺を褒めたたえてるのは当然だろ？でも嬉しい、ってなるけど、傲慢だと、世界が俺を褒めたたえるのは当然だろ？くだらねえこと言ってんじゃねえ、ってなりそう。某格闘漫画の牙みたいに、ラスボスとはどんな個性を持っているんだとかになるのかな。緑谷が送ってきた位置情報、俺がいないと勝てねえってことか？仕方ねえから助けに行ってやるよ。ただのツンデレじゃん。ヒロアカの作風だと間違いなく壁にぶち当たって心折れる。クソ傲慢なまま物語の中で成長してほしい。俺は万物の頂点だが、頂点もまた界の者どもの存在で成り立つのだと知った。あのデクの棒によってなとか。魔王様の成長物語か、ちょっと読みたい。人気投票13位くらい。このキャラでその順位は案外高いね。結果は出してるし、このゴーガンフソンキャラが受けた感じか。貴重なイケメン枠で CV 梶幸で作中あの立ち位置で13位はやばいやろ。
人気の割にくっそアンチ多そう。むしろここまでクズで傲慢キャラならもっと上位いきそう。突き抜けてるキャラって強い。クソ傲慢ってちょっとセリフや行動ミスるとやれやれ俺様キャラになっちゃうからバランス難しそう。君の力だろの剣がないからデクと仲良くならなさそう。下等生物のくせに頑張ってることに気づいて、力なき者も中にも認めてやってもいい存在がいると思うようになるぞ。やっぱデクすげえな。本編の轟を好きな人はこの轟に興味なさそうだけど、新たな需要が発生して13位になってそう。ここまでぶっ飛んでたら普通に10決に入ると思う。なんなら5位争い狙えるまである。問題ねえ、俺、最強だから。アニメの声で再生されて腹筋死んだ。無個性の人間をどう思うか？個性持ってる奴も俺より弱いんだから特に何も思わねえよ。まあ俺より弱えから守ってやろうとは思うけどな。途中でギャグ落ちして卒業式でもノマ爆豪と爆発のやつやってそう。一人称俺様であってほしい。読者、特に女性ファンからショート様って呼ばれててほしい。クラスメイトたちはこのクソ傲慢ショートの視界に入るのがまず大変だけど、一度視界に入れたら案外仲良くなれそう。発言がクソ傲慢で態度もクソ傲慢だけど、ちゃんとヒーローとして戦ってくれるし守ってくれる。ダビ、過去は消えな。ショート、お前が消えろ失敗作、消し済みにする音。ギャグ落ちしたり心折られたり色々ありつつ最終章で、ほんと俺様がいねえとダメだな緑や、と言いながら助けに来てくれそう。周りが、いいやつだなってちょっと思ったところで、感謝しろ愚民ども、とか言っちゃってってなるやつ。これ人気キャラ、確信。この頃にはみんな愚民呼びに慣れてるからセーフ。ショート様は最高傑作だけど、感知能力とか索敵能力はないから、そういう方面に秀でたクラスメイトは認めてるかもしれない。コウダ君が高評価だったりするやつ。爆豪が弱いものいじめしてたのは爆豪が弱いからだろ？俺は最強だからわざわざ弱い奴を殴る意味もないからやらないが。最終話でチャートクラス最下位で、俺様がって白目向いてる子もある。ごめんそんなん見たらくっそ好きになる。町や民間人に他のヒーローへの被害もゼロにしてやったのに、こんな最高傑作の俺の何が不満なんだよ。やべえ、ショート様鬼強え。思わず誰かが、お父さんそっくりになっちゃった、ってつぶやいてそうなショート。一人称俺様なエンデバー面白すぎでしょ。お前は俺様の生み出した最高傑作だ。よかったな。お前の生まれてきた意味あったじゃねえか。俺様を生み出したとこだけは認めてやるよ、親父。いいぞショート、お前は俺様の上位互換だ。黙ってろ旧式。読者からは俺様親子って呼ばれてそうな親子。ギャグ漫画の悪役かな？ここまでぶっ飛んでるとマジで人気出ると思う。イケメンでネタ語録喋る最強キャラってガチファンがつく。黙ってろ旧式がツボにはまった。この親子好きだわ。アホみたいなやりとりで人気が出そう。これエンデバーのあだ名が旧式になるやつだ。このショートがいたら USJ でヴィランは全員返り討ちにされて終わってそう。ダビ瞬殺するから飯田に運ばれるとこも家族集合もカットかな。こいつヒロアカの作風と合わなすぎるだろ。梶さん迫真の演技が余裕で脳内再生できる。天上天下竜が独尊を隠さないウルトラ傲慢キャラなんだけど、頂点とは比較する他者がいないとなり得ないと考えてることで一周回って他者や雑魚の存在を許容することができて、結果的にヒーローをやれる奇跡的なメンタルの噛み合い方してるんだよね。世界に一人だけ存在しても、それは頂点ではなく孤独なだけだ。人は一人じゃ生きられねえ、一人ぼっちとかつまらんだけ。原型なさすぎてショートと呼ぶのもはばかられるレベル。ヒーロー名もショートじゃなさそう。キングなんとかみたいなヒーロー名してそう。バカヒーロー名やばい。大爆殺神ダイナマイトに並べられるようなやつにしてほしい。ザ・キング・オブ・レジェンドだぞ。一周回って俺様は俺様のままで最強だから、でヒーロー名はショートだぞ。大爆殺神ダイナマイトとザ・キング・オブ・レジェンドがいるクラスの担任の気持ちよ。常闇くんがそわっとしてそう。オール・フォー・ワン、貴様が魔王の時代は終わった。オール・フォー・ワンが蒸発する音。時代の象徴。弱者に暴力を振るうこともヴィランになることも最高傑作には似合わないからな。うおーかっこいい。この世界線のエンデバーはガン決まり悪化の一方だろな。原作と違ってガチパワーでオールマイト超えそうなショートなのに何が不満なんだエンデバー。最高傑作育成法のすすめ、子供を最強ヒーローにしたいあなたに、轟演じ。もうお前は黙っとれ。めっちゃ好きなキャラなんだが問題はヒロアカの作風じゃ存在しないことだ。これで原作通りでクイーダとつるんで学用真面目組なんだろ？最高傑作が愚民に負けるわけにはいかないからな。下等生物とつるんでるわけないし、イーダがこの手のキャラと仲良くできるわけない。下等生物との関係程度なら気づけるぞなめるな。この流れだとショート様のファンは、愚民って呼ばれちゃうじゃん。ホークスのひな鳥ちゃん見習ってもうちょっと可愛いのにしてよ。むしろド M なファンにはご褒美じゃん。オールマイト？オール・フォー・ワン？
確かに奴らは最強だったさ。俺がこの世に存在しなかったからな。かっけー。この轟くんお母さんのことはどう思ってんだろ。やけど後はありそうだし。縁切ってそう、見下してるだろうし。弱い心の持ち主ならば俺様の神々しさの前に我を忘れることもあるだろう、ぐらいの感覚じゃない？クソ傲慢だからあんまり下等生物のこと気にしてなさそう。顔にやけどを負わされてても本人の心に少しも残ってなさそうなのなんかわかる。傲慢で最高傑作で人類最高の男だから下々のことはあんまり気にしないんだよな。象が足元のアリを気にするか？しないよなって感じのショート。勝者とは常に世界がどういうものかではなく、どうあるべきかについて語らなければならないとかいう轟くんか。ほぼ原作蹂躙オリキャラで草、この顔でもてなそうなの辛いぜ最高傑作様。俺は最高傑作だ、当然反省もできる。コロコロとかにいそう。まさにそのイメージだった。ギャグ落ちした挙句目玉飛び出しツッコミとかさせられてそう。ダメだコロコロのイメージから帰ってこられない。多分期末試験補習組。モノマに煽られて同じレベルでキレてそう。なるほど卒業式で爆発やったのと繋がったな。愚民を守るのもナンバーワンの責務だ。俺が最強たるゆえんを見ていろ。ステイン戦でデクやイーダの成長を見て、俺が負けるわけにはいかないだろ。でプルスウルトラしてほしい。爆豪とも同じレベルで喧嘩してるので本編よりも喧嘩仲間の悪友感がありそう。本編だと名前呼びに変わるのかなり早めだったけど、この轟は最後の最後に爆豪から、轟って呼ばれてそう。なんか誰もくれとか言ってないのに勝手に颯爽とサイン書いていきそう。達筆だったら笑い死ぬ。ヒーロー名決める授業の時一番ノリで達筆な、轟ショートを公開して、ヒーロー名っつってんでしょうがって頭叩かれる轟が見てよ俺。最高傑作の名は一つでいいからな。エンデバーの技全部使えて、その技の氷版も開発して、炎と氷の融合版も開発してる。真面目に鬼強ショート様だ。何がやって間違いなく原作轟よりはるかに強いところなんだけど、原作轟よりはるかにおもろいから悔しい。エンデバーファンは、旧式ファンショートファンは、愚民。マセガキたちからめちゃめちゃ好かれてそう。俺様傲慢キャラでも最終決戦とかでデクの危機に駆けつけたり、自分の命を投げ打つような行動をためらいなくするし、本人なりに友情を大切にするんだ。もう大丈夫の代わりに、案ずるな、俺がいる、とか言いそうだな。ご視聴ありがとうございました。みんなの感想もコメントで教えてくれると嬉しいです。ではまた次の動画でお会いするのだ。